こんにちは、月島です。今回は Waves V シリーズに含まれるバスコンプレッサーの V コンプをレビューしていきたいと思います。また、前回レビューした SSL バスコンプレッサーとの比較も行ってみたいと思います。目次です。V コンプの概要、各パラメーターと使い方、音源にかけてみる、SSL バスコンプレッサーと比較、最後にまとめと次回予告です。V コンプはニーブのヴィンテージコンプレッサーの2254をモデリングしたプラグインです。主な機能はバスコンプレッサーとリミッターです。また、ディエッサーの機能も備えています。主な使いどころはマスタートラックで全体の統一感やアナログ感を出すことができます。動作の特徴としては FET タイプに分類され、有名なユニバーサルオーディオの1176と同じようにレスポンスが速くキレのあるかかり方をするコンプレッサーです。V コンプは3つのセクションに分かれています。メーターのある上部セクションとコンプレッサーとリミッターです。各セクションごとに見ていきます。メーターのつまみを操作することで中央にあるメーターをインプット、ゲインリダクション、アウトプットに切り替えて表示させることができます。インプットつまみ V コンプはスレッショルド値が固定のコンプレッサーですので、このインプットつまみを調節して圧縮具合を設定します。使うときはインプットレベルを少しずつ下げていきます。圧縮が始まりましたら、ゲインリダクションメーターで圧縮量を確認してつまみの数値を決めます。アウトプット V コンプは圧縮をするために入力音量を下げますので、アウトプットつまみを上げて音量を戻してあげる形になります。アナログつまみ倍音歪みやノイズを付加するときに使用します。必要がないときはオフにします。25%、50%、100% とノイズ量を選択できます。100% にするとかなりノイズが入ります。他の SSL プラグインなどと比較してみると 25% くらいがちょうど良いノイズ量だと思います。オンオフスイッチ、コンプレッサーのオンオフを切り替えます。レシオ、圧縮する比率を決めます。グラフで表示するとこのような感じです。リリースタイムを選択します。この V コンプはアタックタイムの設定はないです。アタックやリリースタイムにつきましては以前に動画にしていますので、詳しく知りたい方はそちらをご覧ください。ディエッサーのオンオフを決めます。ディエッサーは高い周波数帯の耳障りな音を抑える機能です。ただ、どのような設定で動いているのかよくわからないので、私は使用したことがありません。ディエッサーが必要な時は、専門のプラグインを使用した方が良いと思います。また、説明書には、ディエッサーに切り替えますと記載されていますので、オンにした場合、もしかしたら低域、中域にコンプレッサーがかからない場合があるかもしれません。オンオフスイッチ、リミッターのオンオフを切り替えます。リミットレベル、リミッターのスレッショルド値を調節するつまみです。このパネルはデシベルが dBu 表示になっています。アタックタイムを決めます。ファースト、スローの2種類から選択します。リリースタイムを選択します。それでは実際にバスコンプを音源にかけて効果を見てみたいと思います。今回はリミッターとディエッサーについては割愛してコンプレッサー機能のみの比較検証です。コンプ EQ 処理して少し歪ませたドラムバスの音です。バイパスの音、次にバスコンプをかけた音を再生します。
このような感じになります。圧縮量が 2dB ほどですので、はっきりとした違いを感じ取ることは難しいですが、バスコンプをかけた方はアタック感と粘りが追加された印象です。アナライズのグラフを見てみると、ピークを抑えつつ全体的にバランスよく持ち上げられています。マスタートラックの最初に V コンプを挿入しました。まとまり感とアナログ感を出すのが目的ですので、圧縮量は1から 2dB ほどで薄くかかる設定にしています。再生する順番は最初にバイパスの音、次にバスコンプをかけた音を再生します。このような感じになります。やはりアナログ感が出てまとまりが良くなったように感じます。アナライズのグラフを見てみると 2.1kHz と 450Hz 付近が強調されています。今回は SSL バスコンプと同じ設定でかけてみるとどのような結果になるのか比較をしてみたいと思います。キック単体のトラックで比較検証をしてみたいと思います。設定値は画面を参照してください。6dB くらい圧縮する設定です。再生する順番はバイパスの音、V コンプをかけた音、SSL バスコンプをかけた音の順番に再生します。アナライズのグラフを見てみると V コンプの方は 80Hz から 240Hz 付近と 2.8kHz 付近がぐっと持ち上がっています。SSL のバスコンプは高音部分のアタック感は良いのですが低音が少し奥まった印象に感じました。アナライズのグラフを見てみると低域を抑えつつ高音が持ち上げられている感じで平均的に圧縮されていると思いました。次はドラムバスにかけてみたいと思います。再生する順番はバイパスの音、V コンプをかけた音、SSL バスコンプをかけた音です。再生します。アナライズ結果はこのような感じです。私の印象ではどちらのバスコンプをかけた場合もパンチ感が出て全体的なアタックが良くなった感じがしました。どちらのコンプを使うかは好みだと思います。次はマスタートラックにかけてみて音を比較してみたいと思います。再生します。
マスタートラックにかけてみた感じは V コンプの方は音が前に出つつもまとまりがある感じで、 SSL バスコンプの方は V コンプよりいい意味で少し荒っぽさを感じました。FET タイプと VCA タイプの違いもありますので、楽曲の雰囲気によって使うコンポを変えてみると良いと思います。V コンプを使用することでまとまり感やアナログ感を演出することができますので、私もお気に入りのプラグインです。またマスタートラックではリミッターかマキシマイザーを使用するために V コンプのリミッターは今まで使用したことがありません。機会があれば研究してみたいと思います。次回はバスコンプ特集の最後になります。API2500 を見ていきたいと思います。SSL のバスコンプと同じ VCA タイプのコンプレッサーでパンチ感が得られるのが特徴です。また次回の動画も見ていただけたら嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。